夜空に静かに浮かぶ白い球体。私たちはその光を古代から当たり前の存在として見上げてきました。しかしその月が実は地球の失われた破片から生まれたことをどれほどの人が知っているでしょうか。何気なく見上げる月、その誕生には地球の運命を揺るがすほどの壮絶なドラマが隠されています。今から始まる物語は、私たちの隣に浮かぶその光がどのように生まれ、なぜ地球と2つで1つの関係になったのかを紐解く旅です。さあ、月の誕生の秘密へと時空を超えて遡っていきましょう。この動画が少しでもいいと思ったら、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。今からおよそ46億年前、太陽系はまだ混沌の中にありました。直径数千キロの岩石惑星が、今よりはるかに頻繁に衝突を繰り返していた時代です。その地獄のような混乱の中で、直径およそ1万キロの巨大天体、テイアと呼ぶ原始惑星が、恒星途上の地球へと、ほぼ斜めから突き刺さるように激突しました。この衝突は、人類が想像できるあらゆる爆発を超える規模でした。爆風は秒速10キロ以上で吹き荒れ、地球の近くは蒸発し、大気は真っ赤に輝く岩石の霧で満たされ、温度は摂氏数千度に跳ね上がりました。衝突によって吹き飛ばされた地球とテイアの破片は、地球の周囲に広がる灼熱のリングとなり、やがて約数千年の時間をかけて互いに引き寄せられ、一つの球体へと凝縮していきます。それが、現在私たちが見上げる月です。月が地球の子供だと言われる理由は、実際にその組成が驚くほど似ているからです。地球の近くに豊富に含まれる酸素16、17、18の比率がアポロ計画で持ち帰られた岩石でほぼ同一だったことが月の出生証明書となりました。この相似性が示しているのは月が地球から離れて生まれたという揺るぎない事実です。しかし月はただ偶然できたわけではありません。もしテイアが少しでも角度を変えていたなら月は存在せず、地球の自転は毎日数時間の速さで回り続け、生物は今とは全く異なる進化を遂げていたでしょう。月の誕生は地球史の中でもほとんど奇跡に近い出来事でした。月が誕生した直後、地球は1日がわずか5時間ほどしかない高速回転をしていました。太陽は何倍も早く空を横切り、海は猛烈な潮流に支配され、安定した気候は生まれませんでした。しかし月の重力はこの暴走する自転をゆっくりとブレーキしていきます。46億年という長い時間をかけ、地球の1日は現在の24時間へと伸びていきました。月が引き起こす潮汐力、それは地球の海を引き寄せ、揺さぶり、地殻にもわずかな歪みを与える力です。この周期的な刺激は、初期生命の誕生にも関わった可能性があると考えられています。満ち潮と引き潮のリズムは、海岸の浅瀬に周期的な実験場を作り出しました。乾き、濡れ、また乾く。その繰り返しが、分子同士を結びつけ、有機物を長く安定させ、タンパク質や RNA の形成を促したという説まであります。つまり月がなければ、生命そのものの誕生がもっと遅れたか、あるいは存在しなかった可能性があるのです。また、月は地球の傾きを安定させています。地球の自転軸は 23.4 度傾いていますが、月がなければ、この傾きは数十度以上ぐらつくと予測されています。もし傾きが60度に揺れれば、赤道が凍りつき、ごく地方が熱帯になる極端な気候が周期的に訪れ、複雑な生命は生き残れなかったでしょう。月はまさに、地球に気候の安定という舞台を提供し続けてきました。月には、未来の宇宙文明を左右する重要な資源が眠っています。その一つがヘリウム酸という同位体です。地球上ではほとんど取れないこの物質が、月の表面には推定110万トン以上も存在すると計算されており、もし核融合発電が実用化すれば、わずか数トンで日本の年間電力を賄えるほどのエネルギーを生み出します。また、月の南極には太陽の光がほとんど届かない永久影と呼ばれる領域があり、その中には最大数十億トン規模の氷が存在すると考えられています。その氷は飲料水としてだけでなく、水素と酸素に分解すればロケット燃料となり、月は宇宙航路の給油基地になり得るのです。月の内部構造も興味深く、地殻は平均50キロ、マントルが約1000キロ、そして半径350キロほどの小さな金属核を持ち、わずかに磁場の痕跡を残しています。この構造は地球よりはるかに単純ですが、その分、地下資源のマッピングがしやすいという利点があります。1969年7月20日、
アポロ11号が初めて月面に降り立ってからすでに半世紀以上が過ぎました。人類が月に残した足跡はわずか 383kg の岩石と膨大な科学データを帰還させ、その全てが現在の月科学の礎になっています。2020年代に入り NASA のアルテミス計画が始動しました。アルテミス3では初めて女性と有色人種の宇宙飛行士が月面に立ち、日本人宇宙飛行士が初めて月に降り立つ可能性も現実のものとなっています。月の南極にある氷を調査し、将来の基地建設へつなげるというアポロとは根本から異なる目的を持った探査です。アルテミス計画の次には月軌道に常駐する宇宙ステーションゲートウェイや民間企業による月面物流網の整備が予定されています。これらの取り組みは月をただの探査対象ではなく、人類の第二の活動圏へと変えていく序章となるでしょう。世の中には月は人工的に作られたものだという人もいます。月は人工物であるという説は科学的根拠のない陰謀論の一種ですが、その背景や主張の流れには独特のストーリー性があります。ここではこの説がどのように語られ、どんな疑問点を根拠として持ち出されるのかを分かりやすくまとめて説明します。この説の中心にあるのは、月は自然に形成された天体としては不自然な点が多すぎるという主張です。まず語られるのが月の大きさと軌道です。地球から見た月は太陽とほぼ同じ見かけの大きさで、皆既日食が起きるほどぴったり重なることは偶然にしてはできすぎているとされます。また、月は地球の自転と同期して常に同じ面を向けており、裏側は地球から見えません。この潮汐ロックは科学的には説明されていますが、陰謀論では監視装置のように一定の方向を向いていると解釈されます。さらに、月の内部構造についての議論もあります。アポロ計画で設置された地震計が検出した月震が地球の地震と異なり、長く響くことから月の内部が空洞に近いのではないかと考える人もいます。この空洞説をもとに、月は巨大な人工構造体で外側だけが岩石で覆われているという主張が展開されます。また、月の密度が地球に比べて低い点も人工物説を語る際の材料にされています。他にも、月のクレーターが浅いという特徴から強固な内壁があるのではと推測したり、アポロ11号が着陸した際に金属的な音がしたという報告を引き合いに出して、内部に金属構造があるかのように語る説も存在します。そして月の起源について、巨大衝突説では全ての条件が偶然に重ならないと成り立たないこと、ありえない奇跡とし、むしろ高度な文明によって配置された人工衛星だと主張する人もいます。この説の中には、地球文明を監視するための観測基地、古代の異星文明が残した巨大宇宙船、地球環境を安定させるための人工制御装置など、SF に近いバリエーションが数多く存在します。科学的にはいずれも検証されておらず、観測データや地質分析は月が自然天体であることを強く示していますが、こうした説が広まり続けるのは、月という存在があまりにも大きく神秘的で、完全には解明されていない部分が残っているからかもしれません。月が人工物かもしれないという話は、科学というより現代の神話に近いものですが、なぜ人々がそう考えたくなるのかを知ることで、月が持つ不思議な魅力を改めて実感できるでしょう。月は地球から毎年約 3.8 センチずつ遠ざかっています。これはアポロ時代に設置されたレーザー反射鏡によってミリ単位で測定されている事実です。もしこのペースが続けば、数億年後には潮の力が弱まり、地球の自転は今より少しだけ速くなります。季節変動は大きく揺れ、気候は現在より不安定になっていくでしょう。月が完全に引力を失って地球の影響圏を離れる可能性はほぼありませんが、月が遠ざかることで生じる変化は確実に続いていきます。月は今も地球の未来をゆっくりと書き換えているのです。夜空にぽっかり浮かぶ白い光、それは単なる天体ではなく、地球と生命の歴史そのものです。46億年前の偶然と呼ぶにはあまりに精密な衝突がなければ、地球は今とは全く違った姿になっていたでしょう。月は地球の揺れを抑え、潮を起こし、昼と夜のリズムを整え、生命の誕生と進化を支えてきました。そしてこれからの未来では、人類の宇宙進出を助け、地球文明を次の段階へ押し上げる鍵になると考えられています。月は地球の副産物ではありません。むしろ地球は月と共に一つのシステムを形作る二つで一つの惑星なのです。最後までご視聴ありがとうございました。これからも宇宙に関する謎の解明を目指していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。